皆さんこんにちは、ガジロウです。今回はファーウェイバンド8の1週間使用レビューということで、いくつかの検証結果、また気づいた点も含めましてね、1週間レビューということでお伝えしたいと思います。先日は先行レビューという形で結構長い動画を出しているんですけども、こちらの方ではお伝えしきれなかった面について今回含めていきたいと思います。それでは1週間レビューということで気づいた点と、そしていくつかの検証結果についてお伝えしたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。ではまず最初にですね、歩数計の精度について先行レビューの動画でもお伝えしていますけど、そちらの方では3回の計測結果の表をお伝えしていまして、1回分の点にしか触れていなかったんですが、今回全部で4回テストした表をこちらの方に表示してあります。まず最初にテスト回数1とありますけども、この歩数センサーでは1393歩となっていました。そして私自身がですね、人力計測と書いてありますが、その時に一歩一歩をカウントしていったものですね。1歩、2歩、3歩、4歩ってね、頭の中で数えていったわけですけども、それが1395歩でした。差がファーウェイバンド8が2歩少ない結果となったわけですね。マイナス2歩となっていました。その結果誤差になりますが 0.1% となっています。そして2回目になりますね。歩数センサーは1371歩だったんですが、その時に私が口頭で人力計測した結果1371歩と、これはですね、すごいですよね。誤差が全くありませんでした。ということで2回目と3回目全くね、誤差がなかったわけですね。これはちょっと驚異でしたね。そして4回目をね、追加して今回新しい表になっていますが、歩数センサーは1386歩。そして私の人力計測では1371歩でした。なんとここでいきなりね、15歩の差が出てきました。パーセンテージで言うと 1.1% の誤差となっています。あくまでもこの数字は1キロ歩いた時の誤差レベルということでご了承お願いいたします。ということでこの結果からですね、ファーウェイバンド8めちゃめちゃ精度高いなというふうにしか思えないんですよね。ということで何度テストしたとしても誤差に関しましては極めて少ないレベルになっていますので、高価な歩数計や万歩計っていうのも販売されていますが、こういったスマートバンドでもここまでの精度で歩数カウントしてくれますのでね、ファーウェイバンド8非常にいいんじゃないかなと思います。ということで歩数計の精度に関しまして極めて優秀だなというふうに思いました。ではね、2つ目の点になりますけど、それは睡眠モニタリングの精度に関してです。このファーウェイバンド8と比較しましたのはこちらのファーウェイバンド7になります。こちらが計測結果の表になっていますね。左側の列がファーウェイバンド8、右側の列がファーウェイバンド7になっています。8の方がトータルの夜間の睡眠時間を見ていただきますと6時間56分になっています。対しましてファーウェイバンド7は6時間58分と出ています。こちらの表はどうやって計測したかと言いますと、ファーウェイバンド8の方は Android のファーウェイヘルスケアとペアリングしてある状態になっています。そしてファーウェイバンド7は iPhone 版のファーウェイヘルスケアとペアリングしてあって、アカウントはそれぞれ別にしてあるので、同じ日の計測結果がこのように表として作り出すことができています。このね、グラフの方を見ていただきますと、まず8の方の入眠時間が23時57分となっていまして、7に対して1分遅くなってるんですね。そして起床時間を見てみますと、8は6時53分、そして7は6時54分と、本当にそれぞれ1分の誤差になっています。体感的にはですね、6時50分過ぎに起きたなっていうのは時計を見て分かっていますので、これはこれで十分満足できる結果かなと思います。そして重要なのはその中身になります。例えば深い睡眠のとこを見ていただきますと、8の場合 27% が深い睡眠になっています。7の場合も深い睡眠が 28% と、やはりここも 1% の誤差になっています。浅い睡眠の8は 44%、7は 53% と、ここはちょっと開きがありますね。そしてレム睡眠は 29% が8、7は 19% と、このあたりも開きがあります。そして熟睡期間とありますが、8は56点、7は60点と少しいい点になっています。そして呼吸の質に関しては全く違う感じになっていますね。8は84点、7の方は68点と、ここは結構大きな開きが出ています。妻に聞いた話にはなりますが、私いびきは書かないというふうに言われています。これは自分ではわからないんですけども、つまり呼吸の質って結構いびきを計測しているっていうケースが多いんですね。というわけでファーウェイバンド8になってトゥルースリープのバージョンが上がったということで、もしかしたらこっちの方が精度が高い結果になっているのかもしれませんね。では最後の検証結果になりますが、これはね、一番ちょっと気になるところじゃないかなと思いますけども、バッテリーの持ちについてですね。前回の先行レビューでは検証中ですよっていうことで多くの時間割くことができませんでしたけども、あの時
時から1週間ほど経ってファーウェイバンド8のバッテリーの持ちについて AOD を使った時と、そして AOD をオフにしてある状態ですね。その時でのバッテリーの持ちの違いについてようやく検証結果が出てきました。まず最初に常時点灯モード、いわゆる AOD と言われるものになりますが、こちらをオフにしてある状態でこちらの計測結果の方を見ていきたいと思います。まず初日ですね。残量 100% からスタートしています。24時間経った17時になりますが、残量が 82% になっています。前日差は 18% ですね。そして2日目、残量が 64%。同じく前日差は 18% になっています。そして3日目、24時間経った17時には残量が 45% となっていました。こちらは前日差 19% となっています。いずれの計測の条件になりますけど、下の部分を見ていただくと、屋外ウォーキングを1日あたり1時間やっています。そしてヘルスケア関連になりますけども、心拍数や SPO2、ストレス測定、また睡眠モニタリングが全てオンになっています。1時間に1回立ち上がってくださいというモードはオフになっています。また、スリープモードっていうのが搭載されていますが、こちらは夜の18時から朝の6時まではオンになっています。つまり、その時間帯はこの AOD はオフになります。24時間ずっとつけっぱなしっていうそういった条件ではありません。実際的なね、そういった使い方が多いんじゃないかなと思いましてね、こういった条件になっています。その結果、1日あたり約 18% ほどのバッテリーの消費という検証結果が出てきました。それを計算しますと、5日ぐらいかなという感じになります。AOD を使って5日ほど持てば、本当ね、今のスマートウォッチやスマート界隈からすると十分かなと思います。そして AOD をオフにした時のバッテリー持ちの検証結果についてもお伝えしたいと思います。今お見せしています表は、先ほどの条件から完全に AOD をオフにしただけの検証結果になっています。100% からスタートしていますけど、1日経った17時ですね、残量が 91% となって、前日差は 9%、2日目は残量 82%、前日差は 9% と続きます。そして最終的にですね、5日間検証しまして、残量は 58% となっています。平均しますとですね、1日あたりの消費は 8% ほどになりますね。ですので、この結果からだいたい 100% 全てね、使い切るには12日ほどという結果が出てきました。だいたい私の使い方であればこんな感じということになりますので、これはあくまでも使う方によってね、だいぶ結果は変わるってことは一つ踏まえておく必要があると思います。初代のファーウェイバンド6はこういった同じような条件でもだいたい14日間ということでスペック値と一致していたんですけどね、だいぶちょっと高機能化してきまして、セブンもそうでしたけど同じぐらいの検証結果になっています。セブンの方がね、当時検証結果したのが約10日ぐらいだったので、ハーモニー OS 搭載してきた上でセブンよりも良くなった結果っていうことは、こういったバッテリー関連も最適化されてきたのかなという気はします。このね、AOD を使った時とオフにした時の検証結果を踏まえまして、皆さんいかがでしょうか。個人的にはすごく優秀だなと思います。昨今ね、先ほども触れましたが、高機能化してきているので、バッテリー持ちっていうのはなかなか厳しい、タイトな状況になっていると思うんですけども、ここまで持てば本当十分だなと思いますし、優秀だなと思います。そして1週間ね、使ってきた上で気づいた点が一つありまして、これはですね、皆さんがお手元に来て使い始めてみて、あれって思う時が来るかもしれません。実はですね、このように腕につけている状態で、ふとした時にバイブが突然ブルッと震えるんですね。その状況は最初よくわからなかったんですけど、バイブが振動した時にどんな動きをしていたのかなっていうのをメモっていました。例えばですね、腕をしばらくこのように動かしていない時に、ちょっと動かした時にブルッと震えたりします。また、私自身が大きな呼吸をした後にブルッと震える時もありました。でも、ちょっともしかしたらね、通知が来たのかなと思ったんですが、通知を見ても何も来ていませんし、もちろんスマートフォンを見たとしても何にもね、通知が来ていませんでしたので、通知ではないっていうことも一つ言えると思います。これね、本当に謎の挙動になりますので、ぜひそういったね、挙動を見受けられましたらね、コメント欄の方で自分もそういった挙動ありましたよってことで教えていただければ嬉しく思います。できればですね、なぜそのバイブ振動が突然ブルッと震えるのかも、もし理由がね、分かりましたらコメントの方で教えていただければ、視聴者さん皆さんと情報共有できますので、分かった方はぜひね、教えていただければ嬉しく思います。
はい。というわけで今回1週間使ってきた上で歩数計や睡眠モニタリング、またバッテリー持ちについてね、検証結果お伝えしましたが、いかがだったでしょうか。これからね、販売開始されまして、ファーウェイバンド8をつける日が来るかと思いますけど、よほどね、得意な使い方をしない限り、どのね、分野でも非常に精度が高く、満足できるスペックじゃないかなと思います。というわけで、1週間レビューの方をお届けしましたが、今回は以上となります。この動画が良かったよという方は、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。